皆様こんにちは、関菜です。今回は RMK エレガンス、ルナソル、オーランド情報店の最新日焼け止め下地4種類を徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画では最新の日焼け止め下地4種類のそれぞれの塗り心地、ファンデーションとの相性、4時間後のマスク癖を検証していきますので、日焼け止め選びに迷われている方に少しでも参考になれば嬉しいです。他にもベースアイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューも行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較する4つの日焼け止め下地をご紹介していきます。RMK UV ベースプロテクターエンハンスト SPF50+PA4+RMK 最高レベルの UV カット力で紫外線から肌をしっかりと守ります。水、汗、擦れに強く、日常からレジャーやスポーツまで幅広いシーンに対応します。しっかり潤うのに心地よく軽やかで、メイク前にもぴったりのテクスチャーです。エレガンスアクアクリアスムースシールド UV SPF50+PA4+みずみずしいテクスチャーで心地よく伸び広がり、つるんと滑らかな肌へ。紫外線をしっかりカットするフェイス・デコルテ用の日焼け止めメイクアップベース。ルナソルグローデイセラム UV SPF50+PA4+独自開発のラメラ乳化技術から生まれた水分チャージ膜が肌に密着し、潤いを与え続け、キメの整った張りに満ちた肌へ。さらにピンクの微細ピグメントを配合。澄んだ光が潤み、発光するような透明感が湧き上がる。ファンデーションのプライマーとしてもメイクを落とすまで潤いや澄んだツヤが続く。オーランド情報手プロテクティングプライマー SPF50+PA4+みずみずしく透けるようなツヤ肌を崩さない。紫外線から肌を守る最強 UV カットプライマー。今回は全3色展開のうち、くすみを飛ばすライトピンクの00をご紹介していきます。まず比較していくのはこちら。新作日焼け止め下地の中でも保湿力はもちろん崩れにも強いとのことだった RMK とオーランド情報手を比較していきます。半眼ずつに塗ってそれぞれの塗り心地、ファンデーションとの相性、崩れについて見ていきます。まずはこちら側半分に RMK を塗っていきます。RMK は伸びはいいですが、程よいクリーム感があるので、肌にピタッと密着するような感じがします。しっかり保湿しながらも、この時点でベタつきを感じにくいです。はい、まずはこちら側半分に RMK を塗ってみました。今回は日焼け止めの検証なので、いつもよりもたくさんの量を塗っていますが、何も塗っていない方の肌と比較をしても、白浮きしている感じはしにくいですよね。近くで見るとこんな感じです。無色透明なタイプなので、何度かしっかり塗り重ねても肌の色が変わる感じが気になりにくいです。白浮きする日焼け止めが苦手という方にも安心して使いやすいと思います。質感については適度にみずみずしさを感じるクリームテクスチャーなので、ピタッと肌に留まってしっかり密着してくれるような感じです。水っぽいタイプの日焼け止めやベタつきが苦手という方にも安心して使いやすいと思います。肌表面はふっくら整っているので、ファンデーションののりもいいんじゃないかなと思います。では反対側にはオーランド情報手を塗っていきます。こちらはこんな感じのピンクのカラーがついています。こちらも夏向けのプライマーとしてとても人気のアイテムがリニューアルをしたばかりです。美容成分がアップしたとのことで、かなりみずみずしく肌に伸び広がってくれます。反対に塗っている RMK よりもさらに水分量が多い感じがするので、肌表面の乾燥やパサつきが気になる時にも塗りやすいです。はい、こちら側にはオーランド情報手を塗ってみました。オーランド情報手は少し青み寄りの
透明感のあるピンクカラーがついている00版を使用しているので、たっぷり塗るとこのくらいしっかりトーンアップすることができます。紫外線対策をしながらトーンアップもさせたいという方に使いやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。みずみずしいテクスチャーなので、近くで見てもツヤが綺麗に出ています。アップで比較するとこんな感じです。ポーランド状の質感については、みずみずしい美容液のようなテクスチャーで、乾燥が気になる肌状態でもスルスルと伸び広げることができます。RMK と比較をすると、RMK の方がクリーミーで少しこっくりとした印象。ポーランド情報店の方がみずみずしくてさらりとした印象なので、ベタつきが苦手な方は RMK がおすすめ。みずみずしい水分っぽい保湿感が欲しい方はポーランド情報店がおすすめです。仕上がりについては、しっかり塗り重ねても肌のトーンや肌の質感が変わらない日焼け止めをお探しの方は RMK がおすすめ。紫外線対策をしながら透明感のあるトーンアップ感が欲しい方はポーランド情報手がおすすめです。香りについては RMK は原料のような香りのみ。ポーランド情報手はオレンジフラワーの香りが結構しっかりめに感じられます。ではこの上にファンデーションを重ねてみて、ファンデーションとの相性を見ていきたいと思います。今回使用するのはこちら。紫外線カット効果が入っていない美容液ファンデーション。ジバンシーのプリズムリーブルグローセラムファンデーションです。まずは RMK の上に重ねていきます。RMK は日焼け止めが肌にピタッと密着して、もっちりした肌に整えてくれているからか、ファンデーションとの密着感が高くて、ファンデーションのカバー力を適度に高めてくれる感じがします。ファンデーションとの密着感を高める下地としての機能も優秀そうですね。ポーランド状大手はかなりみずみずしく肌表面が整っているので、ファンデーションの仕上がりや質感に影響が出にくいです。ファンデーションの性質は変えずに肌トーンだけをアップしたいという時に使いやすいと思います。はい、こちら側に RMK、反対側にポーランド状大手を塗って、それぞれ上にファンデーションを重ねてみました。ファンデーションを重ねると、それぞれの日焼け止め下地の特徴がわかりやすくて、RMK はファンデーションとの密着力が高く、ファンデーションのカバー力をアップさせてくれるような効果があり、ポーランド情報ではトーンアップしながらもファンデーションの質感やカバー力は変えない自然な肌感を保ってくれています。近くで見るとこんな感じです。今回使用したファンデーションはミディアムカバレッジですが、RMK の下地と比較をすると結構カバー力が高くて、赤みや色ムラはもちろん、毛穴用凸もしっかりカバーしてくれている感じがします。反対にポーランド状はトーンアップされているので、色補正の分カバー力は高く見えますが、素肌の透け感は残っていて、つるんとしたツヤを感じられます。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じにも結構違いがあって、やはり RMK はファンデーションを重ねてもベタつきや重さを感じない印象。ポーランド情報手はしっかり水分で肌をふっくら保湿してくれている感じがします。肌トーンを変えたくない方、日焼け止め特有のベタつきや重さが苦手な方、ファンデーションのカバー力を高めてくれる下地をお探しの方は RMK がおすすめ。トーンアップして肌に透明感を与えたい方、みずみずしい美容液のようなテクスチャーで肌をふっくらさせたい方、ファンデーションのカバー力を変えずにツヤ感を増したい方はポーランド情報手がおすすめです。ではこの上にナースのフェイスパウダーをブラシで軽く塗って、マスクをして4時間ほど過ごして、それぞれの崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも皮脂やテカリに強いのはもちろん、かなりたっぷりの量を使用しましたが、マスクの摩擦にも比較的強いところがすごく優秀だなと思います。近くで見るとこんな感じです。まず RMK は若干鼻の頭や小鼻の横にファンデーションが溜まる感じが気になりますが、近くで見ても全くテカリが出ていないのと、
マスクの摩擦にも強くて、塗りたてのファンデーションのカバー感を高めている感じを持続してくれています。そしてポーランド消防手もこんな感じで、こちらは RMK と比較すると若干頬の広い範囲にツヤが出ている感じはしますが、それでもファンデーションが溜まったり、摩擦で崩れる感じは気にならなかったです。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、RMK は小鼻の横も頬の広い範囲も全くベタつきを感じなくて、かなり滑らかで快適に過ごすことができました。ポーランド情報店もしっかり保湿されている感じはしますが、ベタつくほどではなかったので、こちらの2つは皮脂崩れが気になるタイプの方にも安心して使いやすいと思います。皮脂や汗崩れが気になるタイプの方、摩擦崩れもしっかり防ぎたい方は RMK がおすすめ。幅広い肌タイプの方に対応しやすいのはポーランド情報手というイメージです。続いて比較するのはこちら。新作日焼け止め下地の中でも特に潤いを感じるルナソルとエレガンスです。まずはこちら側にルナソルを塗っていきます。ルナソルもこんな感じでほんのりピンクのカラーがついています。適度なオイルっぽさも感じるようなみずみずしいジェルタイプです。こちらは乾燥が気になる肌タイプの方にもかなり安心して使いやすいと思います。肌表面を滑らかに整えてくれるので、顔が気になる時期にも使いやすそうですね。はい、まずはこちら側にルナソルを塗ってみました。ルナソルにはピンクのピグメントが入っているとのことでしたが、肌の上にのせるとそこまで肌トーンが変わる感じは気にならなかったです。ただ近くで見るとこんな感じで、ほんのりピンクの効果で血色感がアップしている感じはします。たっぷりの量を塗り重ねましたが、全く白浮きする感じがしないので、こちらも日焼け止めの白浮き感が苦手という方にも使いやすいと思います。そして質感についてはかなりしっとりしていて、程よいオイル感も感じられるみずみずしい膜で肌を覆うようなイメージです。重さや厚みは出ませんが、保湿成分をしっかり肌に留めてくれる感じがするので、肌表面の乾燥が気になる時や、花粉でうまくベースメイクが塗れないという時にも、スキンケアのような感覚で使える日焼け止め下地だなと思います。肌表面はしっとり柔らかく整っています。では反対側にエレガンスを塗っていきます。エレガンスは今回ご紹介している4つの日焼け止めの中で一番水分を感じてかなりみずみずしいです。ベタつきや重さは苦手だけれど、水分で肌を保湿したいという方に使いやすいです。化粧水を塗っているような感覚で使えます。はい、反対側にはエレガンスを塗ってみました。エレガンスはとにかくみずみずしくて、今回ご紹介している4つの日焼け止めの中でも一番軽やかなテクスチャーでした。無色透明のタイプでみずみずしく伸び広がるので、たっぷり塗り重ねても全く肌の色が変わらないです。近くで見るとこんな感じです。白浮きも全然気にならないですが、化粧水のような水分たっぷりなテクスチャーで毛穴や凹凸を膨らみせてくれている効果もあります。アップで比較するとこんな感じの違いです。ルナソルテエレガンスは特に日焼け止めの白浮きが気になる方や肌の質感が変わるのが苦手という方にも安心して使いやすい2つだなと思いました。どちらもとても軽やかで伸ばしやすいですが、比較をするとルナソルの方が適度なオイルっぽさも感じるような柔らかい膜で肌を覆うようなしっとりした高保湿タイプ。エレガンスは化粧水のようなみずみずしくて軽い塗り心地なので、夏場でも乾燥が気になる方、高質な日焼け止めをお探しの方はルナソルがおすすめ。伸ばしやすいのにベタつかない、みずみずしい質感の日焼け止めをお探しの方はエレガンスがおすすめです。香りについては、ルナソルは原料のような香りのみ。エレガンスはフレグランスのような香りが結構しっかりめにするので、香りが苦手な方は注意が必要かもしれません。では、ファンデーションを塗っていきます。まずはルナソルです。ルナソルは肌表面がしっかり保湿されているので、ファンデーションもスルスルと伸び広がっていきます。
ファンデーションの厚みやカバー感も変化なくそのまま使えますね。エレガンスも肌にたっぷり水分が届いているので、こんな感じでファンデーションの伸びがかなり良くなります。こちらもファンデーションのカバー力などに影響は感じないです。はい、ルナソルとエレガンス、それぞれ上にファンデーションを重ねるとこんな感じです。どちらもファンデーションのカバー力や質感、仕上がりに影響がなく、ファンデーションそのままの良さを活かしてくれます。ただ、近くで見るとルナソルは若干ピンクのピグメントが効いていて、肌トーンが柔らかく調整されている感じがします。それでも肌色が大きく変わるという感じではないので、いろいろな肌タイプの方に安心して使いやすいと思います。エレガンスはこんな感じで、みずみずしくファンデーションを塗りやすい土台を整えてくれて、ファンデーションの仕上がりにも影響が出にくいです。アップで比較するとこんな感じです。ルナソルもエレガンスもたっぷり塗ってもファンデーションに影響が出にくいので、日焼け止めとしてはもちろん、下地としても優秀だなと思います。高保湿なルナソルかみずみずしいエレガンスかで選びやすいかなと思います。では、パウダーを軽く塗って、4時間ほどマスクで過ごして崩れを見ていきます。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。こちらの2つもスキンケアのような感覚で使える保湿力がありましたが、どちらも皮脂やテカリを最小限に抑えてくれています。特にルナソルは程よいオイルっぽさも感じられるような高保湿タイプでしたが、皮脂にもかなり強くてとても優秀だなと感じます。アップで見るとこんな感じです。どちらもかなりたくさんの量を塗り重ねたので、マスクがよく当たる位置は摩擦によるハゲは少し気になりますが、皮脂と混ざってファンデーションが薄まったり、小鼻の横に汚く溜まってしまう感じはしなかったので、マスクなしで過ごすときや、こまめにお直しができるときには、どちらも崩れを気にせずに使えるんじゃないかなと思います。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じは、どちらもスキンケア後のようなもっちり感はしっかりと保ってくれていますが、高保湿なルナソルもみずみずしく保湿してくれるエレガンスも皮脂やベタつきが出ている感じは全く気にならなかったです。この2つは夏の紫外線で肌が乾燥している時や花粉の時期で肌が揺らいでいてベースメイクがうまく塗れないという時にも安心して使えるテクスチャーでしたが、さらに皮脂にも強いというところがものすごくいいなと思います。はい、ではこんな感じで最新の日焼け止め下地4種類を比較していきました。今回ご紹介したアイテムは全て保湿もしつつ皮脂や汗崩れにも強いところがかなり優秀だなと思いました。その中でも特に一番軽くてみずみずしい塗り心地だったのはエレガンスです。こちらはたっぷりの量を塗り重ねても全く重さや厚みが出なくて、化粧水を塗って水分で保湿した時のような使用感でした。日焼け止め特有の重さやベタつきが苦手という方にかなりおすすめです。続いて一番ベタつきが気になりにくかったのは RMK でした。こちらは程よいクリームっぽさがあるテクスチャーですが、ベタつきが全くなくてさらりとした肌に仕上げてくれます。そしてファンデーションのカバー力を高めてくれたり、皮脂や汗崩れを防いでくれる効果もあったので、下地としても優秀な日焼け止めを探しているという方にとてもおすすめです。そして一番しっとりしていたのはルナソルでした。ルナソルはエレガンスと同様みずみずしいタイプでしたが、程よいオイルっぽさもあったので、紫外線や花粉で肌の揺らぎや乾燥が気になる時にも安心して使いやすい日焼け止めです。そして一番トーンアップ効果があったのはポーランドジョーボテでした。こちらは下地としての機能がとても高かったです。テクスチャーは今回ご紹介した中ではエレガンスの次にみずみずしかったので、下地としての役割もありながらもみずみずしいアイテムをお探しの方におすすめです。組み合わせるファンデーションや肌タイプによって仕上がりや崩れに違いは出てくるかと思いますが、少しでも日焼け止め選びのお役に立ったら嬉しいです。
メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。